はい、どうもゆうです。今回はですね、3次更新、3月10日3次更新見ていきたいと思います。ここに載せてるね、後ほどエボリューション触れていきますので、よければ最後に見ていただければと思います。では先に SBC 見ていきます。87キャンペーンミックス復活しております。5スターボーナスエボ来ております。これに関しては、オーバー89以下の戦車アイテム5つ、スキル5逆足5になってトリッカーがつくという風になっております。これがまあまあ高くてですね、20万ぐらいするという風になっております。まあ、つけたい選手ただやっていいんじゃないかなと思いますね。55ですし、めちゃくちゃいいエボではあるかなと思います。ミックスヒーローで、ミックスアイコンに関して今回、ベースがとうとう外れました。ただ87プラスなんで、ここだけ要注意って感じですかね。コストも結構高くて8788ですので、コーデート溶かし先困ってる方はありなのかなって気はしますけど、個人的にはクリスチャン・ロナウド先に優先じゃないかなと思っております。で、デイリーログインですね。こちら見た方はやってくださいということで、先に忘れないうちにやっておいてください。今日で5日目かな、多分。はい。だったと思います。金曜日スタートだったと思うんで。で、8号選手 83×10 はいつも通り復活しております。で、8782ですね。今回、ラコスタですね。昨年も結構エボで使ってる方多かったと思うんですけど、スキル5逆足5やや長です。で、大胆パスの、インターセプトということで、ペース90、シュート80のパス82、ドリブル87の守備87、体感88となっております。プレイスタイル的確持ちの大胆で予測以外全部持っていて、予測欲しかったですけどね。あと瞬速迅速とか、どれか欲しかったですけど、容赦なしトリッカー持ってるということで、能力十分悪くないんじゃないかなと思います。あとサイドバックがプラっていうのだけが少し気になるかなって感じですね。あとウィングバック、プラプラ攻撃でウィングバックも持っているという風になっております。これは5万っていうこともあって、作成は必須レベルかなと思います。あと、今の来てるエボでも、さらに強くできるんで、それも含めてありかなって感じはしております。はい。ということで、SBC に関してはこんな感じになっております。で、エボリューションですね。こちら見ていきたいと思います。また新エボ来ております。フットバースへのストライカーのグローアップということで、またシルバー選手ですね。最大レート74のポジションST。プレイスタイルプラスが一つでもついていると、つけれないということで、なかなか今作で言うと掛け合わせ、今プラスついている選手多いんで、これが結構対象外にわざと設定してきたんだろうなというところで、設定されております。で、こういう感じですね。シルバーが、強くなるよということで、例えばダカとかだったら、こんな感じで、ペース91のシュート92、ドリブル91になって、体感ちょっと物足りなさと、ショートパスもちょっと物足りなさありますけど、プレイスタイルとしてはこんな感じになります。フィネス、トリッカーで、パスタッチという風になっております。これも全然悪くないかなって感じですね。スキル5逆足5にもなりますし。はい。っていうことで、ちょっとね、見てる感じで言うと、プレスタの数はやっぱ少なすぎるかなって気はするんで、メタっていうほどメタにはならない可能性あるんですけど、十分、やれるんではないかなと思っております。で、これ、個人的には気になってて、ちょっと、フットビーで先で見てたんですけど、スキル5逆足5で、フランス取ってなのという風になってます。LM、RM、LW、ST ができて、役割として、役割がね、他のサイドがちょっときついんで、何かしらつけてあげないときついかなと思うんですけど、テクニカル、ジェンスコ、ハースタッチ、トリッカード。で、フィネスプラとなっております。で、ドリブルも90ということで、身長182センチ、かなり爆発的ということで、これとかも普通に面白そうかなと思っております。で、現時点でのおすすめエボですね。フットビンとか、EGSBC でどうなってるかっていうところをちょっと見ていきたいなと思います。はい、こんな感じです。ちなみになんですけど、これですね。はい。ラコスタに関してはこんな感じになっております。キングオブエボですね。こちらやってあげると、フィネスかなと、容赦なしもついてますね、多分。容赦なし持ってたか。フィネスと、シールドがついて、
88から比べるとシュート10、パス4、ドリブル3上がってるという風になってます。あとペースも2上がるという感じですね。別エボ、守備系エボをもう少し待って予測つくのを待つか、テクニカルとかを待つかっていうところもありかなと思うんですけど、このエボでも十分ありかなとは思っております。はい。で、今来てるエボのおすすめですね。先にこの、サイドですね。ステップインサイドとかつけて、役割を、ロールですね。インサイドフォワードつけてあげるっていうのは一つありかなってところです。スタミナがちょっとこの選手気にはなりますけど、能力としては他は悪くないんじゃないかなと思っております。で、こことかもね、まだ85なんで、こういう選手わざと作るっていうのもありかなって感じはしてます。トリッカーとフィネスプラということで、ドリブルパス、ちょっと低いですけど、また別エボ期待で作っておくのもありだし、前回ですね、このシルバーエボの時にリンガード使われたんですけど、結構嫌でした。めちゃくちゃ強いなって印象があって、ちょっとポジションがね、ここしかできないんで、残念感あるんですけど、リンガードも確かに相手にいて嫌でした。で、先ほど紹介したこの選手ですね。これも、先に、サイド系のやつを、エボしておけば、インサイドフォワード、プラプラつくので、これもありなのかなって気はしてます。フィネスプラで、トリッカーで。プレスタがね、明らかに物足りないのは分かってるんですけど、この辺、ボルのも一つありなのかなって気はしております。はい。で、EGSBC でせっかくなんでちょっと見ていきたいなと思います。EGSBC は結構レート順とかでやっぱり出たりするんで、5スターで一回ちょっと見ようかなと。5スターはあれか。これですね。グローアップで見るとこんな感じになってます。エアリアルフォワードもいてますね。フィネストリッカーとか持ってて、バースデー、これ1個だけだけど、バースデー別のエボやってる感じに見えるんですよね。もともとプレスタがめっちゃ多くて今日減ったエアリアルということで、この選手も結構面白いんじゃないかなと思います。55で。で、身長がね、どれぐらいあるのかなっていうところなんですけど、身長が193センチですね。193センチで、今みたいな感じにできるという風になっております。これかな。フットバステストライカーグローアップで。で、能力、こんな感じです。他の選手と比べて明らかにプレスター多いかなと思うんで、シールドもともと持ってて、今日ヘッダーもあって、ブルーザーもあって、エアリアルと。で、55のフィジカル90、ドリブル。これ結構面白そうかなと思うけどな。193センチで。ST しかできないですけど、あとブラジルっていうところと、組み合わせに関しては、このグローアップ、このイベントのカードになるんで、問題ないかなと思うんで、これ結構ありなんじゃないかなと思います。ちょっと一押ししたいかなと思います。はい。多分普通に作っても使わないことの方が多いと思うんで、あとはこういう鋭いパスとか、持ってるのとかは結構ありなんじゃないかなと思ったりとかですね。あとダーションかな。これとかも、なんかめちゃくちゃ速い印象はあるんで、相手に使われてなんでこんな速いのっていうような印象もあったんで、ダーションであったりとか、こういうのも結構ありなんじゃないかなと思います。あと浅野とかもね、入ってますし、上田も入ってますし、この辺も結構ありなんじゃないかなって気はしております。なんか、前回使われた時にめちゃくちゃでかい選手使われて、こんな足速いのっていう印象もあったんで、わざとそういう選手を選ぶのも、シルバーでも結構化ける選手いたりするんで、それもありなのかなって気はしてます。あとプレイスタイル、元プレイスタイルとかも結構絞ったりもできますし、その辺絞ってあげるっていうのも一つありなのかなって気はします。ですね。ってなった時にやっぱり先ほどのダーションとかは結構ありだったりするかなとは、ちょっと個人的には思いました。相手にいて結構嫌な印象あったんで、おすすめしたいなと思います。また候補別で出てきたらですね、動画撮っておすすめしたいと思うので、よければ見ていただければと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。
ディスコード、情報を出してますので、こちらの方最後紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関しては、TOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては、27,000とかで、今11,000とかだったやつが、27,000。これ、確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんでめちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。ロードもこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、で、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有、あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入ってる時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。